ウォッチーズ&ワンダースも終わっちゃってだいぶ時間が経っちゃいましたけど、そんなこと言ってらんねえってことで新作の話やっていきたいと思います。というのも今年のパテックフィリップで8番出口もびっくりの異変が起きちゃったんですよね。ウォッチーズ&ワンダースが始まってすぐぐらいに気になるモデル5選っていう動画を出してまして、そこではノーチラスの50周年記念モデルに浮かれちゃってましたけど、もうね本当にそれどころじゃなかった。今年のパテックフィリップの目玉はこのゴールデンエリブスといっても過言ではないんです。ただの新色じゃね？そうなんです。私も最初グリーンのダイヤルねへーくらいの感じだったんですよ。ところがここに思いもよらぬ異変があったんです。その異変とはまずね、サイズ現行よりも一回り小さいんです。これレディースのゴールデンエリプスね。じゃないんです。ゴールデンエリプス3738、これ復活モデルなんです。復刻じゃなくて復活ですよ。いやでけえっていうか前代未聞じゃないですか。復活って今まで他のブランド含めて廃盤になったモデルを復活させるっていうのはほとんど聞いたことがないんですけれども、ブレゲのマリー・アントワネットとかそういうものくらいじゃないかと思うんです。ごくごく普通のモデルが復活ってないんじゃないですかね。で、大興奮して喋っちゃいましたけど、ここで軽めに3738のおさらいをしていこうと思います。3738は1977年に登場して2009年に廃盤になったモデルなので、今回十数年ぶりの復活ということになりますね。2000年代といえば腕時計界をデカーツブームが席巻した時期なので、廃盤にはそういった影響があったんでしょうね、きっと。で、ケースサイズですが5738が 34.5mm×39.5mm なのに対して3738は 31.1mm×35.6mm とクラシカルなサイズ感。もともと70年代に登場したモデルなのでクラシカルなサイズ感って当たり前っちゃ当たり前ですけどねいやーしかしいいですね。いつも思うんですけど、復刻モデルってよく現代的にアップデートしてるっていう言い方をしますけど、だいたいでかくなってるじゃないですか。で、その結果ダイヤル全体が間延びしているような印象を受けるんですよね。それで大きくなった分バランスを取るために針とかインデックスを太くしたりもするけど、それゆえにカジュアルさが出てしまってドレスウォッチだと本来のドレッシーさが損なわれてしまってあんまり好きではないんですよね。それから気になるのがムーブメントで、側だけ大きくしてムーブメントはそのまんまみたいなねありますけど、中身がスカスカなだけならまだしもデザインにも影響が出たりして、よく言われるのがスモセコが寄り目になってるとか、いろいろ言い始めたらキリがないんですが、復刻モデルに関しては手放しで喜べない要素もあるんですけど、そこのところ行くと今回の3738は完全な復活なので刺さる人が多いんじゃないかと思うんですよね。やっぱりこのくらいのサイズの方が凝縮感があっていいですよね。で、それはそうと改めてですけど、今回のゴールデンエリプスの復活劇とんでもないニュースだと感じたんですけど、その辺の話をしていきたいんです。これに関して私がでけーって思うポイントが2つあって、まず1つ目はパテックフィリップもいよいよクラシック回帰路線に舵を切り始めたんじゃなかろうかってこと。いや、もちろん完全にそうなったわけじゃないんですけどね。というのも最近のパテックフィリップってラインナップからクラシックなモデルが本当に減りましたよね。カジュアルスポーティーなモデルが増えていて、例えば今年の新作を見てもカラトラバでいうところの5226とか6007系統のコンプリケーションが登場したりして、あとはクロノグラフもクラシックというよりはスポーティーだし、もちろんキュビタスもそうなんですけどね。こういうデザインのモデルって一昔前のパテックフィリップのイメージではなかったと思うんです。パテックフィリップって訓録に代表されるような正統派のドレスウォッチが強いブランドじゃないですか。でもここ数年で世間的にはファッションのカジュアル化が進んで、腕時計に関してはラグスポブームがあったりしたので、カジュアルなデザインのモデルが出てくるよねって、そういう背景はわかるんですけどね。結果的にパテックフィリップが得意なコンプリケーションとかシンプルなカラトラバからカジュアルドレスみたいなものが出てきている。
あとはもしかしたら王道の時計に飽きた人のためのものなのかもしれないですね。パテック買う人ってもう王道のモデルは持っているから変化球的なところに需要があるんじゃないかなとも思ったんですけど、でもなんだか最近は一部そういうモデルもありますよっていう感じじゃなくて、カジュアルなモデルがかなり目立っているように感じますね。まあでもこれは好意的に捉えれば過去のモデルの焼き回しに終始するわけではなくて、常に今の時代に合った新しいモデルを出していると言えるわけで、悪いことばかりではないんですよね。腕時計界の王者でありながら過去の栄光にあぐらをかかないパテックフィリップのチャレンジ精神あふれる姿勢っていうのは素直に好感を持てますよね。これはとっても素晴らしいんですけど、一方で寂しくもあるっていうのが正直なところで、過去の定番は今でもちゃんと手に入るようにしてほしい。特に代表作の訓録とかね。変な話、パテックフィリップのエントリー的な立ち位置のモデルだったわけで、それを削って変化球を揃えるっていうのは寂しいところではありますね。まあ結局何をやっても器用方変こもごも至るなんでしょうけどね。はい。ちょっと横道にそれてしまいましたが、正直私は最近の小径化クラシック回帰の雰囲気の中でパテックフィリップの方向性ってちょっと浮いているのかなとも思っていたんです。それはさっきから喋っているカジュアルなデザインのモデルを出しているっていうことだけじゃないんです。2021年に正統派のドレスウォッチ6119が登場しましたけど、その時話題になったのが新しい手巻きムーブメントのキャリバー 30255PS を積んでいたことでしたよね。そもそも手巻きのモデルなんて本当の時計好きぐらいしか欲しがらないようなニッチなものなのに、しっかりめに新しいムーブメントを投入してきてびっくりしましたし、私としては素直にありがてえって思ったんですよ。なんですけどサイズがねだいぶ大きくなっちゃって、ムーブメントも大きいんですけどケースも 39mm で大きめ。これがね正統派のモデルでさえこういう状況だから、クラシックな時計が好きなものとしては寂しさを感じちゃって、なんと言いますか、デカーツブーム以前の小径モデルに対する小径でしょうかね。私が時計にハマった時にはすでに時計はでかくなっちゃっていたので、正直昔のドレスウォッチが羨ましかったんです。だからこのキャリバー 30255PS を見て、私はパテックフィリップはもう小径のドレスウォッチを出す気はないんだなって思ったんです。新開発だから今後はこのムーブメントを使うんだろうって、手巻きスモセコ最新モデルにはっていう状態からの今年のゴールデンエリプスですからね。でけえ、これに歓喜という言葉を使わずにいつ使うんだってな具合ですね。しかも復活モデルですからね。これを見ちゃったらね、パテックフィリップもいよいよクラシック回帰路線に舵を切ったなと思わざるを得ないですよね。で、そのやり方が憎いじゃないですか。特別でもない通常ラインのモデルを復活させる。これがですね、でけえと思う理由の2つ目なんですけど、ありえなくないですか？前代未聞。でも冷静に考えるとムーブメントも変わってないですし、現役で使われているものでケースとかさえなんとかなれば案外作れちゃうものなんですかね。ある意味クラシック回帰って新しく作るよりも復活っていうのが手っ取り早くていいのかもしれませんね。それで今回の3738の復活劇、そんな風に考えちゃうとついね、もしかしたら今後もあるかもしれないって思っちゃうじゃないですか。これがね、私の悪い癖かもしれないですけど、期待しちゃいますよね。例えばキャリバー215を積んだ小径ドレスウォッチの復活3923とかね、来てくれたらとんでもなく熱いんですけどね。はい。というわけで、まあだらだら喋っちゃいましたけど、最近のパテックフィリップの新作に絶望していたところに3738の復活というニュースが飛び込んできたもんだから、もうね、今後が本当に楽しみで仕方ないです。いや、毎年楽しみにしてたんだけどね。という感じで今回は終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。それでは、あったかくして寝ろよ。